回はガンプラを作ってみたいけどなかなか踏み出せずにいる方の背中を押したいという思いからほぼ100円ショップで揃えた道具でどれだけのクオリティのガンプラが作れるのか実践していきます。どうも、マシコユプラモチャンネルのマシコユです。今回制作するキットはハイグレードウイングガンダムゼロ。ガンプラを作ってみたいけどどんな道具が必要なんだろう。道具を揃えるのに結構お金がかかりそう。そんな風に感じている方でも手軽に、そして低予算で始められるように100円ショップで手に入るアイテムをメインに使って制作していきます。この動画ではパーツのカットから基本的な組み立て、さらにかっこよくなるちょっとしたテクニックをご紹介。さらに完成品の撮影に使えるものまで初心者にも真似できる内容を徹底解説していくので、ぜひ最後までご視聴ください。これからガンプラを作ってみたいと思っている方や説明書通りに組み立てた状態から手軽にさらにかっこよくしたいと思っている方の参考になれば嬉しいです。それでは制作開始です。まずは100均で買ったこのニッパーでパーツを切り離していきます。ですがこの100均のニッパーではパーツの切り出しはかなり難しいです。刃の部分が大きすぎてパーツの隙間に入りにくく、太いところをカットしないといけないのでパーツ1つカットするのにも結構力が必要です。そもそもこのニッパーの刃の形状がプラモのパーツカットには向いていません。パーツに残った部分を切り立っても刃の形状のせいでパーツに出っ張りが残ってしまいます。さらに切れ味も良くないのでカットする時に負担がかかりパーツにダメージが残ってしまいます。なのでニッパーだけはプラモ用のものを準備した方がいいです。ガンプラ入門者向けのこのエントリーニッパーなら1000円以下で購入できます。刃の形状がプラモのパーツカットに適した形をしていて切れ味も100均のニッパーと比べるととてもスムーズ。とりあえずガンプラを作ってみたいと思って始める方はまずはこのニッパーをお試しで買うといいですね。もし今後もたくさんプラモを作っていきたいと思っている方は作業効率がかなり良くなるので初めからちょっといいニッパーを用意するといいと思います。ちなみに私が普段愛用しているこのニッパーは切れ味が良くて頑丈で価格もそこまで高くないので初心者にもおすすめです。概要欄に載せているのでニッパーを選ぶ時の参考にしてみてください。ニッパーでパーツをカットするときは一度でパーツの際から切ろうとすると傷が残ってしまいます。それを防ぐためにパーツから少し離れた場所で一度カット。その後に残った出っ張りをカットします。このように数回に分けてカットすることでパーツに傷が入りにくくきれいにカットすることができます。ニッパーでカットしてもどうしても少し段差が残ってしまいます。組み立ての邪魔にならなければこの出っ張りは気にしなくてもいいですが完成した時に結構目立つんですよね。なのでもっと綺麗に仕上げたい時はデザインナイフやヤスリを使って残った段差を処理していきます。まずはデザインナイフを使う方法から解説していきます。残っている段差をいろいろな角度からデザインナイフで少しずつカットしていきます。一気に切ろうとすると無理な力が入り勢いがつきすぎて怪我をしてしまうので十分注意しましょう。動かし方も手首を使って大きく動かすのではなく指先の動きだけで小さく動かすようにします。そうすることで余計な力を入れずに怪我することなく処理を進められます。それとデザインナイフの刃は切れ味のいい状態で使いましょう。切れ味が悪いとこれも余計な力が入る原因になり怪我をする可能性があります。デザインナイフでの処理はとても綺麗に仕上がりますが時間がものすごくかかります。それと怪我をする危険もあるので次はヤスリを使ってもっと安全な処理方法を解説していきます。100均のこの爪用ヤスリを使用して段差をきれいにしていきます。このヤスリは3種類のヤスリがついていて番号順に削っていくと
ヤスリ傷が徐々に目立たなくなっていきます。ヤスリの動かし方の基本は一方通行に動かして削っていきます。削る時にヤスリをパーツに強く押し付けすぎると深い傷が入ってしまい、ヤスリ傷が消えにくくなってしまいます。なので優しくパーツを撫でるように使い、わずかに残ったゲート跡を丁寧に消していきます。ヤスリがけで気をつけることがもう一つ。クリアパーツを普通のヤスリで削るとヤスリ傷が簡単には消せなくなります。対策はいろいろありますが、ここでは爪磨き用のガラスヤスリを使用します。爪磨き用のヤスリならクリアパーツをきれいに処理することができるので、クリアパーツが多い時は爪磨き用のヤスリが重宝します。ちなみに普通のパーツでも使うことができますが、削った後はかなりツルツルになります。ヤスリはいろいろな種類があるので、ヤスリの機能や削る場所によって使い分けるといいです。ヤスリを使用していくとヤスリの面に削りカスが溜まってきます。そんな時にはこのメラミンスポンジが役立ちます。メラミンスポンジをヤスリで軽く撫でると削りカスをきれいに落とすことができます。ヤスリ面に削りカスが溜まると削る能力が低下してしまうので、時々メラミンスポンジでカスを取り除いてあげましょう。こんな感じでパーツをカットしたり削ったりしながら説明書をよく読んで順番に組み立てていきます。シールもパーツを組む前に貼るものがあるので、貼り忘れにも気をつけましょう。よく確認しないと先に挟むパーツを入れ忘れたり、向きを逆に差し込んでしまうことがあるので、確認しながら組み立てます。まずは説明書通りに組み立てた状態での完成品です。ガンプラはもともとパーツでの色分けがされているので、塗装せずただ組み立てるだけでも十分かっこよく仕上がります。ここからはやらなくてもいいけどやるとさらにかっこよくなるテクニックを解説していきます。ハイグレードのガンプラには小さい子供が怪我をしないように先端が丸くなっているパーツが多くあります。このような部分を加工して見た目をシャープにしてかっこよくしていきます。まずはこのアンテナの先端にある出っ張りをニッパーでカット。この時に少しだけ出っ張りを残しておくようにします。残った出っ張りをヤスリを使って削っていきます。この作業はパーツがバラバラの状態の方がやりやすいです。一度組むと分解するのが結構大変なので、パーツを組み立てる前にやった方がいいですね。こんな感じでパーツの先端を尖らせるとシャープな見た目になってさらにかっこよくすることができます。完成後に目立つところだけでもいいので、こういった細かいところにちょっとずつ手を加えると完成品により愛着が湧くと思います。さらにもう一段階かっこよくする作業が墨入れです。今回使用するのはこの 0.3mm のシャーペン。このシャーペンでパーツの溝に色をつけていきます。細かい溝に影色を加えることでディテールがくっきり浮かび上がって情報量がぐっと増します。シャーペンならはみ出しても指先や消しゴムで簡単に消せるので、初めてでも失敗することがなくて安心です。青などの色の濃いパーツだとシャーペンでは色が薄くて線が目立ちにくいので、このペン先が細い黒ペンを使います。簡単な作業ですがディテールが強調されてガンプラがさらにかっこよくなるので、墨入れは特におすすめの作業です。このペンは墨入れだけでなくスラスターなどこのようにくぼんだところを塗りつぶすのにも重宝します。説明書の完成見本を参考にして色をつけていきます。完成見本を見ると足回りは黒く塗られているところが結構多いです。このようなところをどんどん塗っていきます。はみ出てしまっても水性ペンなので乾燥前なら指でこすって簡単に落とせます。指では届かない奥まったところは爪楊枝など先が細いものを使ってこするときれいに落とせますよ。次にパーツ表面のツヤを整えていきます。通常は缶スプレーやエアブラシを使うのですが、初心者には敷居が高いと感じる人が多いと思います。なので
このメラミンスポンジを使用してパーツ表面のツヤ感を整えていきます。やり方はとっても簡単。パーツ表面をメラミンスポンジでこするだけです。メラミンスポンジでこすると表面に細かい傷がつき、プラスチックのツヤが消えておもちゃ感が軽減します。これなら缶スプレーや歯ブラシなど特別なものを使うことなく、超お手軽にパーツ表面の質感を変えることができます。ただ、墨入れ後にこの作業をするとせっかくの墨入れが落ちてしまうので、墨入れする前にやる方がいいですね。それとスポンジが乾いた状態で使った方がツヤが消えやすいですが、細かい粉塵が飛ぶので水で軽く湿らせて使う方がいいと思います。その他の注意点として、クリアパーツやメタリックなど光沢感を残したいパーツは事前に外しておくか作業後につけるようにします。あとシールもこすっていると剥がれてしまうので、奥まったところ以外のシールはこの作業の後に貼ります。最後に付属のシールを貼っていきます。指で貼ろうとすると細かいシールが貼りにくかったり、指の油でシールが剥がれやすくなってしまいます。なのでシールを貼るときはピンセットを使うとシールがずれにくくきれいに貼ることができます。ちなみにシールを密着させるときにこのネイル用のシリコンブラシを使うと表面を傷つけることなく貼ることができるので、あるとすごく便利です。クリアパーツも忘れずに取り付け。これで全ての作業が終了です。それではハイブレードウイングガンダムゼロの完成品をご覧ください。つぐみの状態とさらに手を加えた状態を見比べてみます。墨入れやパーツ表面のツヤ感の調整、付属のシールを貼るだけで普通に組み立てただけの状態からさらにかっこよくなったと思います。さらに100均アイテムを使ってよりよく見せる撮影方法もご紹介。100均で売っている LED ライトとこの白い容器を用意。この容器の中で撮影するだけで背景がすっきりしてガンプラがさらに際立ちます。ライトを容器の上から照らせば陰影がはっきりしてより美しく撮影できますよ。144分の1サイズのガンプラならこのケースでもちょうどいいサイズです。とっても簡単なので完成品の撮影をするときにはぜひ試してもらいたい方法です。今回はほとんど100円ショップのアイテムだけを使ってガンプラを仕上げてみましたが、いかがでしたでしょうか。ガンプラは特別な道具がなくても手軽に楽しめるということを知っていただけたら嬉しいです。まずは手に入りやすい道具で揃えて必要に応じて少しずつ良いものを買い足していくのが私的にはおすすめです。私も初めてガンプラを作った時は100円ショップで使えそうなものがないかいろいろ探してました。今でも活躍している100均アイテムもたくさんあります。プラモって楽しいと思えたらプラモ専用の道具をいろいろ揃えていくともっと奥深いプラモデルの世界が待っています。皆さんもぜひこの動画を参考にガンプラ制作に挑戦してみてはいかがでしょうか。何かわからないことなどコメントしてもらえたら私のわかる範囲でお答えしますのでぜひ質問してください。初心者向け動画を他にも投稿しているのでそちらも参考にしてもらえたら嬉しいです。そして参考になった、また見たいと思っていただけたら高評価、チャンネル登録してもらえるともっと嬉しいです。それでは今回の動画はここまで。また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。